はいどうも、直樹です。前回はどう見ても女の子なブリジットを紹介してきましたね。人気投票ランキング1位なだけあってコアなファンが多いのですが、なぜか使い手が少ないんですよね。さて、今回ご紹介するキャラクターは薬物中毒から復活したチップです。今回もプロフィールをピックアップして紹介しますね。詳しくは右枠に書いておきます。身長183センチ、体重67キロ。こんなに背が高いのになぜキャラの立ち絵は普通なんですかね。ちなみに今後紹介するジョニーというキャラクターは184センチです。趣味、夢を見ることと大統領になることです。趣味が大統領になることって、すごいですよね。ACPR の次の作品のイグザードでは、大統領になっているみたいです。有言実行なのはすごいですよね。それと萌え属性についてはこちらかなと思います。こんな萌え属性もあるぞというのがありましたら、コメントお願いします。個人的にいいなと思う萌え要素は忍者です。僕の幼稚園の頃の夢は忍者でした。キャラクターストーリーの方をご紹介いたします。小さい頃ドラッグに手を出して、自分でも簡単に手に入るようにドラッグのバイヤーに、なりました。大量のドラッグを摂取し続けて、ついには壊れたところを今の忍者の師匠に救われました。その師匠の下で精神や武道について、修行いたしました。ところがある日、師匠はとある組織に殺されてしまいました。大統領になってその組織に復讐を決意するのでした。キャラクター設定についてはこんな感じです。ちなみに師匠が日本の忍者だったので、チップは日本に傾倒していったという形になります。それでは格ゲーにおいてのチップですが、ギルティギアの中でトップの機動力になります。その機動力を使って相手を翻弄して戦うキャラクターになります。その機動力をさらにサポートしてくれる要素が以下の4つになります。1つ目が強し式迷彩になります。通称迷彩です。強し式迷彩はチップはだいたい半透明ぐらいになるので、ただでさえ速いチップが見づらくなるので、立ち回りが大幅に強化されます。重ね掛けも可能で、こちらはさらに見づらくなっています。2つ目は削眼脚になります。削眼脚は真下へ急降下する技で、フォルトレスディフェンスやスラッシュバックで出始めをキャンセルすることが可能です。そうすると真下へ急降下しながら削眼脚がキャンセルされて、そこから攻撃することも可能です。これの恩恵は空中ダッシュの距離が分かりづらくなり、ジャンプ攻撃を当てやすくなります。3つ目は三角跳びになります。三角跳びは画面端に張り付くことができます。三角跳びの後は空中ダッシュなどをすることができるので、これで相手を翻弄することができます。うまく使いこなせれば相手を一方的に倒すことも可能です。4つ目は強し式転移になります。強し式転移はこのように5種類のワープ技となっています。フォースロマンキャンセルも兼ね備えていて、それらを合わせるとよりガードが困難なものとなっています。それらを踏まえるとチップのレーダーチャートはこんな感じかなと思っています。攻撃力は実は高い方になります。画面端だとかなり高いダメージを叩き出せますが、画面中央だと比較的少ないダメージになってしまいます。防御力は全キャラクター中一番低いです。状況によっては体力がマックスからワンコンボだけで負けることもあります。機動力が高い代償に防御力が低くなっています。機動力は全キャラクター中一番高いです。先ほど挙げた要素も含めて一番機動力が高く、一つ一つの動作が重いキャラクターに関しては相当な有利が取れています。近距離3、中距離3、遠距離3、正直どの距離でも戦えるオールラウンダーなキャラクターです。近距離は強い攻撃で相手の攻撃を潰すこともできる距離です。中距離は削眼脚を使用して奇襲したり、優秀な迎撃などで相手の攻撃を誘うのもよしといった距離です。遠距離は強し式迷彩で状況有利を作ることができたり、強し式転移で奇襲も可能です。チップの戦闘スタイルはこんな感じかなと思います。素早いキャラクターで相手を翻弄したい人や、忍者キャラクターや
昔悪だったのが改心していい人になるなどが好きな人におすすめです。さて、チップのカラー一覧はこちらになります。自分の好きなカラーを見つけましょう。そしたらさらにキャラクターに愛着が湧くはずです。セット3とセット4の D ボタンがゲーセンオリジナルカラーなので、ゲーセンで確かめてみましょう。今回はここまでになります。次回は実は3歳のリジーになります。それではバイバイ。はい、動画の方は以上になります。ACPR のフリープレイが毎月最終日曜の19時から、新宿スポーツランド本館で開催しています。初心者の方でも手取り足取り教えますので、少しでも興味があればお気軽にご参加ください。疑問等がありましたら、私の Twitter に質問箱や DM で、投げてください。それではよろしくお願いします。